こんにちは。新玉実装後はリミテにこもってデッキ組んでと大忙しの春日部紬です。こんな状態でホグワーツに誘惑されてて睡眠時間がやばい予感です。お相手兵士デッキ、かつてのクリア ER1 と新セットデッキの差を教えてあげましょう。こちらは全地の収穫者をキャスト。全環境でアンコモンクリーチャーの中で一番使用率が高いカードが実はこれです。ほんと強い。お相手はハービンをキャスト。こちらは MTG うまかった。早速ゼッチの能力起動でハービンを落とします。さらにタイバーをキャスト。マイナス2で3枚切削して墓地からゼッチを戦場に戻します。そしてタイバーのスネ在能力によりタップ能力は召喚酔いの影響を受けません。盤面きれいきれいです。お相手方位の古参兵をキャスト。嫌いなクリーチャーですが今のところ問題ありません。こちらはクズ鉄くらいをキャスト。タイバーの状態によりこの状態でマナが出ます。そしてプラス1でアンタップ。これで3マナ出たのでグリッサがキャストできますね。グリッサは先制接種なので地上は完全に止まりました。お相手展開してきますが飛行クロックが出なければ OK です。あとはハービンが負け筋なのでインスタント除去を引きに行きたいところです。グリッサ3のアタックは通って能力誘発。タイバーでアンタップして壁にします。こちらは鏡割りのブーワから腐れ花をキャストしてターンエンド。腐れ花は増殖モードがついてるディッチャ生物です。お相手徴兵士官を育てますが最強生物グリッサ3には関係ないですね。こちらはエンドにクズ鉄くらいをタップして油カウンターを乗せます。ルッティングは2枚を墓地に落とします。土地土地は微妙です。こちらはタイバーのマイナスを起動。戻すのは当然収穫者です。早速能力起動で方位の古参兵を取ります。これをやりたく組んだだけあって揃うとさすがに強いです。そしてアタック。お相手徴兵士官の能力を起動。天空者の士官は強いですがもう間に合ってませんね。グリッサ3の能力誘発でルーティングしようと思いましたが土地は置きますか。お相手天空者の士官をキャスト。さらに OC 古参兵。そしてターンエンド。こちらは風話が裏返ります。危機時期のタイバーの能力によりこのターンすでに能力起動が可能です。そしてハンドにはピラナックス、レックス。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。3ターン目からですが強いのでキープで。お相手脅迫。なんとなくお相手が青緑腐敗層に親を殺された過去が見えました。こちらは都合よくにマナ生物を引きました。硬化したクズ鉄くらいをキャスト。お相手2ターン目はパス。重めなのか除去構えなのかここは出すしかないのでグリッサ3をキャスト。お相手墓地の侵入者をキャスト。なんとなく悔しいので意味はないですがクズ鉄くらいで横取りします。こちらはまずアタック。これは通って残り17点。ちょっと土地引きすぎですね。こちらはシェオルドレッドをキャスト。土地置き側ですが5セージ構えられてるのでいいでしょう。お相手もシェオルドレッドをキャスト。これで能力が相殺されます。と思ったら完璧なドロー。今日はずっと下振れしていたのでこのドローはズルじゃありません。まあお相手は関係なく災難だったわけですがこちらはもう攻めていきましょう。フルパンで誘発ドローはまたもや土地。さらにクズ鉄くらいをキャストしてターンエンド。ここで回答なくお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。後手なのでこれはまずまずのハンドです。お相手ヒラチをプレイ。
そして森からの噛みつく相棒をキャスト。これはエンチャントデッキですね。こちらは2ターン目も構えてエンドです。お相手みちこをキャスト。パンプ2回を無駄にさせようと切り崩しをキャスト。でもそれでも大したクロックじゃないし、このマッチで切り崩しは重要だから温存しておいた方が良かったかも。お相手樹海の自然主義者をキャスト。切り崩しがあればさらに調和の折り手をキャスト。これはまずいですね。こちらは素直にシェオルをキャスト。追放エンチャなら割れるので何とかならないかな。お相手みちこが裏返り地味な脅威に。そして精霊界との接触をキャスト。シェオルは許されませんでした。こちらは2マナ生物を引けたので2アクションできそうです。ラリコッパイを構えてエンド。お相手無常の神から噛みつく相棒をキャスト。そしてみちこでアタックしてきます。こちらはラリコッパイで精霊界との接触を破壊し、もったいないですがシェオルはブロックに回します。このデッキ墓地にいることにも意味があるので、こちらは税地の収穫者で折り種を取ります。そして世界の同感をキャスト。ターンに1回墓地からパーマネントをキャストする能力を持ちます。その場合他にスペルをキャストすることができなくなります。めちゃくちゃ条件が厳しい代わりにマナの上限と追放がなくなったセラノ模範。お相手3体でアタックし8点入ります。こちらはエンドに土地をルーティング。あともう一つの能力として墓地から土地をプレイできます。こっちは制限なしですね。こちらは2アクションしないと負けかねないのでハンドの2枚をキャストしてエンド。お相手2体でアタック。これはガバかな。こちらとしては守るしかないので素直にブロックします。傀儡師の能力で収穫者が墓地から戻ります。お相手マナが詰まってるのでここは税地で自然主義者を取ります。そして同感からシェオルドレッドをキャスト。余ったマナでサイクリングします。そして土地はプレイ。こうして見るとなかなかアドアドしい動きしますね。同感グリッサ3の誘発で婚礼は破壊します。お相手4マナ目から監禁のエンタマキをキャスト。対象は当然グリッサ3、さらに無常の神をキャスト。こちらはまずサイクリング。墓地からはギックスの傀儡師を戻します。そして土地を置いてターンエンドです。シェオルはアタックに回しましょう。ここはチャンクされます。ターンエンドしましたがチトーくんはメインで使った方が良かったかな。お相手カティルダをキャスト。今一番来てほしくない相手ですね。そのままターンエンド。こちらはまずチトーくんでルーティングし、また土地。シェオルはどうせ戻せるのでアタックしますが、ここはお相手チャンス。同感からは税地の収穫者を戻してターンエンドです。この盤面を返せるカードは結構入ってるのに土地ばっかり引いてますね。お相手はマナスクしてたしおあいこかな。お相手借り始めの時間をキャスト。対象は世界の同感。こっちから取らないと他を除去しても意味ないという判断でしょうか。お相手みちこをキャスト。とりあえず2は除去しておきます。これは無常の神の相打ちを嫌がっての選択のようですが大失敗でしたね。ここは通します。16点入って残り5点。こ
ちらはティラナックス、レックスをキャストし、全員にアタック、唐突なリーサルにより、こちらの勝利です。対戦、ありがとうございました。対戦、よろしくお願いします。2ペアですが強いのでキープ。こちらは硬化したクズ鉄くらいをキャストします。お相手噛みつく相棒をキャスト、白タンミットっぽいですね。こちらはシェオルをキャスト、白タンはそこまでピン除去多くないのできついはず。お相手訓練の発表をキャスト、これは置物破壊が欲しいですね。こちらはまずアタック、トークンでチャンプされます。ここは相手の世界の同感をキャスト、これで集団疾走は打ちにくくなりますね。お相手モンドラクをキャスト、マナタってなくてよかった。こちらはのど首狙いでモンドラクを除去し、まずアタック、これもチャンプされてダメージは通らず、追加でゼッチの収穫者をキャスト、ルーティングで土地を引きに行きたいですね。お相手胃眼上の修繕をキャスト、シェオルをどうにもできなくて困ってそうですね。と思ったら新除去の骨か、除去はしっかり拾えていましたか。こちらはハンドから再びシェオルドレッドをキャスト、ライフを詰めていきましょう。ここはさすがにアタックせずにターンエンドです。お相手修繕2勝でハンドを捨てます。許せませんね。そんな動きはスタックでクズ鉄くらいの能力起動、戻そうとした銀行破りは追放です。ついでに浮いたマナでルーティングします。お相手シェオルに軍備放棄、めっちゃピン除去持ってますね。さらに道路脇の聖の子で1ドロー。こちらはルーティングでハンドを回したいので、まずゼッチの収穫者に死んでもらって、マーチトークンなかったのは普通に気づいてなかったんですが、さらに墓地から収穫者をキャストします。お相手胃眼上の修繕が裏返ります。そして道路脇の聖の子を生贄に捧げます。これは困ってるのかな。そして骨化をキャスト、追放だらけはしんどいですね。こちらも結構枚数入ってるはずの置物除去を探しに行かないといけませんね。のど首は良くはないけど悪くもない。お相手警戒してここは殴ってこず、これは助かった。トライオームはサイクリングして墓地からプレイします。そして他にやることがないのでこのままターンエンド。お相手追加のエイガン城の修繕をキャスト、そしてそのままターンエンド。こちらは世界樹の同感から硬化したクズ鉄くらいをキャスト、刺激もいるのでマナを伸ばしておきたいところです。お相手胃眼上の修繕2勝では動かず、そして追加の骨か、きついですがお相手もある意味事故ですね。そして3体でアタックしてきます。これはラッキー。トークン1体は相打ちに取ります。犬は墓地利用されるリスクがあるのでトークン優先です。こちらは早速ティラナックスレックスをキャスト、ホウロウオウでは取れないのでアタック安定。8点入って残り4点。お相手胃眼上の修繕が裏返り、追加の噛みつく相棒をキャスト、さすがにピン除去は切れてそうですね。こちらはまずレックスでアタックします。お相手胃眼上をレックスに、残念ですがそれ通らないんですよ。レックスのアタックにはトリプルブロックを選択。お相手の2体と相打ちになります。もったいないですがレックスは墓地からいくらでも唱えられるので問題ありません。お相手エルズテスをキャスト、起動はマイナス3。混迷発表が増えますが
間に合ってませんね。こちらは再度レックスでアタック。ここはクアドラブロックされます。逆に盤面を掃除してやりましょう。レックスが4体と相打ちになり、墓地から再度レックスが出ます。3度目の正直、今度はリーサルしてもらいましょう。そしてここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでジャンドミッドレンジでした。歓喜するケンタやタイバーというパッと見で何に使えばいいんだって感じの PW をなるべく強く使おうとしたデッキがこちらです。このデッキでこの PW の常在能力の恩恵を受けるのがゼッチの収穫者、硬化したくず鉄くらい、刺激、鏡割りの偶話です。それぞれの活躍はご覧いただいた通りです。出てきませんでしたが、刺激も4マナで1枚ランク3切削でマナフラ受けとしてはまあまあですね。あとは偶話で増やして嬉しい腐れ花や収穫者に加えて4マナ帯にフィックスのくぐつしを採用しています。増やせなかったとしてもブリッサ出して除去された返しにくぐつしとか出すと相手は結構嫌でしょうね。フィニッシャーはもはや同時味のティラナックス、レックスですね。この枠にはタイタンやニッサ、ブラスカ等を入れても面白いと思いますが、全体的にもっさりしているのでフィニッシャーはちゃんと試合を速やかに終わらせるカードがいいかなと思い採用しています。あとはもう一つ新カードとして世界の同感です。配信中に猛烈 PR を受けたので試しに使ってみました。そのためこのデッキは全体的にパーマネント多めになっています。感想としてはまあまあ強いですね。タイバーもそうですが、自己切削を増やして墓地利用系のデッキで使うと一番競争ですね。さてこのデッキの強さですが、強いんだけど、いや強いんですけどね。タイバーと同感のおかげで強いかって言われると運です。ジャンドミッド自体が BO1 でとんでもなく強いと思ってるので、多少いじっても弱くはならないだろうなってのが頭にあってなかなか素直に評価を下せないですね。まあ普通に勝てるのは間違いないので新カード使ってみたい方はいかがでしょうか。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。